RWA、リアルワールドアセットって何？本日のアジェンダです。1、RWA の定義と種類。まず、リアルワールドアセット、RWA の定義から話を始めるね。これは、実世界に存在する物理的な資産のことを指すんだ。ふむふむ、具体的にはどんなものがありますか？例えば、不動産、貴金属、工芸品、そして農地などが RWA に含まれるね。これらは実際に目に見えるし、触れることもできる。なるほど、実際に目に見えるものですね。その通りだよ、サトシ君。へへへ。2、RWA の重要性。それでは次に、RWA の重要性について話そう。お願いします。まず、RWA は価値が比較的安定していることが多いんだ。株式や仮想通貨のように大きな価格変動が少ない。それは、リスクを避けたい投資家にとって魅力的ですね。そうだね。また、インフレーションに対するヘッジとしても機能するんだ。インフレーションが起きても、RWA の価値は上昇する傾向があるんだ。インフレーションに強いということですか？その通り。物価が上昇しても、RWA の価値も上がることが多いんだ。例えば、インフレーションが進むと金の価格が上がることが多いよ。勉強になります。他に何か重要な点はありますか？そうだね。ポートフォリオの多様化にも役立つ。RWA は株や債券と違う動きをすることが多いから、リスクを分散するために役立つんだ。リスクを分散するために重要なんですね。その通りだ。例えば、株式市場が不安定な時でも、不動産の価値が安定している場合がある。そのため、RWA を含めることで全体のリスクを減らすことができる。それは確かに重要ですね。3、RWA のデジタル化。さて、次は、RWA のデジタル化について話そう。どういうことですか？最近では、ブロックチェーン技術を使って RWA をデジタル証券化する動きがあるんだ。これにより、資産の所有権をデジタル化し、取引を簡単にすることができる。それは面白そうですね。具体的には？例えば、不動産をトークン化して、少額から投資できるようにするんだ。これにより、一般の人々も簡単に不動産投資に参加できるようになる。それなら、普通の人でも投資しやすいですね。そうだね。また、所有権の移転もブロックチェーンで管理できるので、透明性が高いんだ。これにより、取引の信頼性が向上し、詐欺や不正を防ぐことができる。確かに、信頼性が向上しそうです。他にも、メリットはありますか？もちろんだ。ブロックチェーン技術を使うことで、取引のコストが削減される。従来の方法では多くの手数料がかかるが、デジタル化することでコストを抑えることができるんだ。コスト削減は大きなメリットですね。その通りだ。それに、取引が迅速に行えるというメリットもある。デジタル化された資産は、即座に取引が成立することが多いんだ。それは便利ですね。RWA とリートの違い。次は、RWA とリートの違いについて話そう。お願いします。まず、RWA は実際の物理的な資産だ。不動産、貴金属、美術品など具体的に存在するものを指す。一方、リート、不動産投資信託は不動産に特化した投資信託の一種だ。なるほど。リートは不動産に特化しているんですね。その通りだ。また、RWA は個別の資産に直接投資するが、リートは複数の不動産に投資する。これにより、リスクが分散される。それは便利そうですね。他には？そうだね。リートは証券取引所に上場されていることが多く、株式のように取引される。そのため、流動性が高く、簡単に売買できる。一方、RWA は流動性が低く、売却に時間がかかることが多い。流動性の違いも大きいですね。その通りだ。さらに、リートは運用が専門のファンドマネージャーによって行われるため、投資家は管理や運用の手間を省ける。一方、RWA は自身で管理やメンテナンスが必要になることが多い。手間がかかるんですね。そうだね。また、リートは配当金を支払う義務があり、収益の 90% 以上を投資家に分配することが法律で定められている。アメリカのリートではこれが義務付けられているんだ。そのため、安定した収入を期待できる。一方、RWA の収益は賃料や売却益などから得られるが、必ずしも定期的な収入が保証されているわけではない。安定した収入が期待できるのは大きな違いですね。その通りだ。最後に、投資金額の違いもある。リートは少額から投資できるが、RWA は大きな初期投資が必要になることが多い。少額からでもできるのは魅力的ですね。5、セキュリティトークンとデジタル証券の違い。次に、セキュリティトークンとデジタル証券の違いについて話そう。お願いします。まず、セキュリティトークンはブロックチェーン技術を使って発行されるデジタル資産で、証券としての性質を持つんだ。これにより、株式や債券、
不動産などの所有権をデジタル化して取引できる。それは新しい形の投資ですね。その通りだ。一方、デジタル証券は講義の概念で、伝統的な証券をデジタル化したものを指す。セキュリティトークンもデジタル証券の一種と言えるが、ブロックチェーンを利用する点が特徴だ。デジタル証券はもっと広い意味を持つんですね。その通り。また、セキュリティトークンはスマートコントラクトを利用して自動的に取引を実行することができる。これにより、取引の透明性と効率性が向上する。一方、デジタル証券は必ずしもスマートコントラクトを利用するわけではない。スマートコントラクトが使えると便利そうです。他には、そうだね。セキュリティトークンは規制の対象となり、発行や取引に関して厳しい法律が適用される。一方、デジタル証券も規制の対象だが、セキュリティトークンほどの規制がない場合もある。規制の厳しさも違うんですね。その通りだ。最後に、投資のアクセス性にも違いがある。セキュリティトークンはグローバルに取引されることが多く、国境を越えた投資が容易だ。一方、デジタル証券は国内市場で取引されることが多い。国際的な投資がしやすいんですね。6、セキュリティトークンと株式、債券の違い。次に、セキュリティトークンと株式、債券の違いについて話そう。お願いします。まず、株式は企業の所有権を表す証券で、株主は企業の利益に対する権利を持つんだ。一方、債券は企業や政府に対する貸付を表す証券で、投資家は利子を受け取る権利がある。なるほど。それぞれの特徴があるんですね。その通りだ。そして、セキュリティトークンはこれらの証券をブロックチェーン技術でデジタル化したものだ。これにより、取引の透明性が向上し、取引コストが削減される。それは大きなメリットですね。他には、そうだね。セキュリティトークンはスマートコントラクトを利用することで、自動的に配当金や利子を分配することができる。これにより、管理が簡単になる。一方、伝統的な株式や債券は、これらの手続きが手動で行われることが多い。管理の手間が減るんですね。その通りだ。また、セキュリティトークンはグローバルに取引されることが多く、国際的な投資が容易になる。一方、株式や債券は通常、特定の国の市場で取引される。国際的な視点でも違いがあるんですね。そうだね。さらに、セキュリティトークンは24時間365日取引が可能なことが多いが、株式や債券は取引所の開いている時間に限られる。取引の自由度も違うんですね。7、セキュリティトークンの不動産とリートの違い。次に、セキュリティトークンの不動産とリートの違いについて話そう。お願いします。まず、セキュリティトークンの不動産投資は、個々の不動産プロジェクトに対する直接的な投資を可能にするんだ。これにより、投資家は特定の物件に対する所有権を持つことができる。それは直接的な所有権が持てるんですね。その通りだ。一方、リートは複数の不動産に分散投資する仕組みであり、投資家はリートが保有する不動産ポートフォリオ全体に対する権利を持つ。なるほど。リートは分散投資なんですね。他には、そうだね。セキュリティトークンを使った不動産投資は、ブロックチェーン技術を活用して透明性と効率性を高めることができる。例えば、所有権の移転が即座に行われ、取引の記録も不変であるため、信頼性が高い。ブロックチェーンのメリットですね。その通りだ。また、セキュリティトークンの不動産投資は24時間365日取引可能であり、投資家はいつでも売買することができる。一方、リートは市場の開いている時間に限られる。取引時間の自由度が違いますね。その通りだ。さらに、セキュリティトークンは、スマートコントラクトを利用して、自動的に賃料収入や配当を分配することができる。一方、リートは通常、配当が四半期ごとに支払われることが多い。自動的な分配は便利ですね。そうだね。また、セキュリティトークンは国際的な取引が容易であり、世界中の投資家が参加できる。一方、リートは主に国内市場で取引される。国際的な視点でも違いがあるんですね。8、セキュリティトークンの市場規模の今後。次に、セキュリティトークンの市場規模の今後について話そう。お願いします。セキュリティトークンの市場規模は今後大きく成長すると予測されている。これはブロックチェーン技術の普及や規制の整備によるものだ。2025年までには数十億ドル規模の市場になると期待されている。それはすごいですね。そうだね。セキュリティトークンは投資家に新しい投資機会を提供し、従来の金融システムを変革する可能性があるんだ。また、セキュリティトークンを利用することで資金調達が効率化され、中小企業にも大きなメリットがある。それは多くの企業にとって有益ですね。9、セキュリティトークンの有力会社と各社のシェア。次に、セキュリティトークンの有力会社と各社のシェアについて話そう。お願いします。セキュリティトークンの分野で有力な会社としては、ポリマス、セキュリティタイズ、トキニー、INX、T0 などがある。これらの会社は、セキュリティトークンの発行、管理、
取引のプラットフォームを提供している。それぞれの会社について詳しく教えてください。まず、ポリマスだが、この会社はセキュリティトークンの発行プラットフォームを提供しており、多くのトークン発行をサポートしている。セキュリティタイズは、トークン化された証券の発行と管理を専門としており、業界で高いシェアを持っている。トキニーはヨーロッパを中心に活動しており、多くの企業が利用している。INX についても教えてください。INX はセキュリティトークンの取引プラットフォームを提供しており、規制に準拠した取引環境を提供している。これにより、投資家は安心して取引を行うことができるんだ。T0 の活動についても教えてください。T0 は、セキュリティトークンの取引プラットフォームを提供し、透明性と効率性を追求している。ブロックチェーン技術を活用して、伝統的な取引プロセスをデジタル化し、取引コストを削減している。また、証券取引のスピードと安全性を向上させるためのソリューションも提供しているんだ。それぞれの市場シェアはどうなっていますか？正確な市場シェアは変動するが、セキュリティタイズが業界のリーダーとして認識されており、ポリマスやトキニー、INX、T0 がこれに続いている。これらの会社は、セキュリティトークン市場の成長とともにシェアを拡大しているんだ。勉強になりました。他に注目すべき企業はありますか？そうだね。ハーバーも注目すべき企業だ。ハーバーは不動産のトークン化に強みを持っており、これにより不動産投資をよりアクセスしやすくしている。これらの企業も市場に大きな影響を与えているんですね。10、個人投資家がセキュリティトークンに投資する際に利用可能な取引所。次に、個人投資家がセキュリティトークンに投資する際に利用可能な取引所について話そう。お願いします。個人投資家がセキュリティトークンに投資する際に利用できる主な取引所としては、T0、INX、オープンファイナンスネットワーク、そしてトークンソフトなどがある。これらの取引所は、規制に準拠した取引環境を提供しており、安全に取引を行うことができる。それぞれの取引所について教えてください。T0 は、先ほども述べたように、透明性と効率性を追求している取引プラットフォームだ。INX は、規制に準拠した取引環境を提供し、投資家が安心して取引できるようにしている。オープンファイナンスネットワークは、広範なセキュリティトークンを取り扱い、多様な投資機会を提供している。トークンソフトは、トークン発行と取引のプラットフォームとして広く利用されている。それぞれの取引所の特徴がよくわかりました。11、各国のセキュリティトークンへの取り組み状況。次に、各国のセキュリティトークンへの取り組み状況について話そう。お願いします。まず、アメリカでは、セキュリティトークンの規制が整備されつつある。SEC、証券取引委員会が監督しており、セキュリティトークンの発行と取引に関するガイドラインが明確になってきている。アメリカは規制が進んでいるんですね。その通りだ。ユーロ圏では、各国の規制当局が協力してセキュリティトークンの普及を進めている。特にドイツやスイスが積極的で、法的枠組みが整備されつつある。ヨーロッパでも進んでいるんですね。他には、アジアでは、シンガポールや香港が中心となってセキュリティトークンの取り組みが進んでいる。シンガポールは MAS、金融管理庁が主導し、香港は SFC、証券先物委員会が規制を整備している。アジアでも動きがあるんですね。日本はどうですか？日本では、金融庁がセキュリティトークンの規制を整備しており、STO、セキュリティトークンオファリング、市場が徐々に成長している。特に、2020年の改正金融商品取引法により、セキュリティトークンの法的位置づけが明確になった。日本でも規制が進んでいるんですね。12、セキュリティトークン普及への課題。次に、セキュリティトークン普及への課題について話そう。お願いします。まず、セキュリティトークンの普及にはいくつかの課題があるんだ。第一に、規制の整備が不十分な地域や国があるため、国際的な取引が難しい場合がある。規制の問題は大きいですね。他には、第2に、技術的な課題もある。ブロックチェーン技術はまだ発展途上であり、スケーラビリティやセキュリティの問題が解決されていない部分もある。技術的な課題も重要ですね。そうだね。第3に、市場の認知度が低いことも問題だ。多くの投資家や企業はまだ、セキュリティトークンについて十分に理解しておらず、利用するメリットを認識していない。認知度の向上も必要ですね。その通りだ。第4に、流動性の確保も課題だ。セキュリティトークン市場は、まだ新興市場であり、取引量が少ないため、流動性が低いことがある。流動性が低いと取引が難しいですね。その通りだ。これらの課題を克服するためには、規制の整備、技術の進展、教育と普及活動、そして市場の成長が必要だ。課題は多いですが、克服すれば大きな成長が期待できそうですね。13、日本におけるセキュリティトークンの進捗と今後の展望。次に、日本におけるセキュリティトークンの進捗と今後の展望について話そう。お願いします。日本では、
金融庁が主導する形でセキュリティトークンの法整備が進んでいる。2020年の改正金融商品取引法により、セキュリティトークンの法的位置づけが明確化されたことが大きな進展だ。具体的にはどんな内容ですか？例えば、セキュリティトークンの発行や取引に関する規制が整備され、投資家保護が強化されたことが挙げられる。また、STO 市場も拡大しており、企業がセキュリティトークンを使って資金調達を行うケースが増えている。日本の市場規模はどのくらいですか？現在の市場規模はまだ発展途上だが、数百億円規模に達している。今後5年以内には、数千億円規模に拡大すると予測されている。特に、規制がさらに整備されることで、より多くの企業や投資家が参入し市場の成長が加速すると期待されている。今後の展望についても教えてください。日本では、セキュリティトークンを活用した新たな金融商品やサービスの開発が進むと予想されている。また、ブロックチェーン技術の普及に伴い、取引の効率化や透明性の向上が期待される。さらに、国際的な取引の拡大により、グローバルな投資機会も増えると見られている。それは楽しみですね。14、株式や債券、リートではできないが、セキュリティトークンでできること。サトシ君、こんにちは、あるいは、こんばんは、中本です。博士、急にどうしたの？日本の某、スパイ家族的なアニメのような挨拶をしますね。なーに、この挨拶と今からする話には少し関係があるんだ。そうなのですね。本題に入るね。株式や債券、リートではできないが、セキュリティトークンでできることについて話そう。お願いします。まず、セキュリティトークンは24時間365日取引が可能なため、取引時間の制約がないことだ。これにより、投資家はいつでも取引を行うことができる。それは便利ですね。その通りだ。また、セキュリティトークンはスマートコントラクトを利用して、自動的に配当金や利子を分配することができる。これにより、管理の手間を大幅に削減できるんだ。自動化は大きな利点ですね。そうだね。さらに、セキュリティトークンはグローバルに取引されることが多く、国境を越えた投資が容易だ。これにより、投資家は世界中の資産にアクセスできる。国際的な投資がしやすいんですね。それがさっき言ってた挨拶の意味か。24時間365日、時差の異なる国々での取引が活発になるってことか。その通りだ。そして、セキュリティトークンはブロックチェーン技術を活用しているため、取引の透明性と信頼性が高い。これにより、詐欺や不正のリスクを減少させることができる。信頼性が高いのは安心ですね。15、まとめ。さて、ここまでの説明をまとめよう。はい、お願いします。第一に、RWA は実物の資産であり、リートは不動産に特化した投資信託であること。第2に、リートは複数の不動産に分散投資し、流動性が高く、専門のファンドマネージャーによって運用されること。第3に、セキュリティトークンはブロックチェーン技術を利用し、デジタル証券は講義のデジタル化された証券を指すこと。そして、スマートコントラクトの利用や規制の厳しさ、国際的な取引のしやすさに違いがあること。さらに、セキュリティトークンは株式や債券をデジタル化したもので、取引の透明性、コスト、管理の手間、国際的な取引のしやすさ、取引の自由度に違いがあること。また、セキュリティトークンの市場規模は今後大きく成長し、有力な会社としてポリマス、セキュリティタイズ、トキニー、INX、T0 があり、それぞれが市場で重要な役割を果たしていることだ。そして、個人投資家がセキュリティトークンに投資する際に利用可能な取引所として T0、INX、オープンファイナンスネットワーク、トークンソフトがあること。さらに、アメリカ、ユーロ圏、アジア、日本の各国がそれぞれの規制当局を通じてセキュリティトークンの取り組みを進めており、日本では金融庁が主導して法整備が進み、市場規模が拡大していることだ。また、セキュリティトークンの普及には規制、技術、市場の認知度、流動性などの課題があることも重要だ。そして、セキュリティトークンは株式や債券、リートではできない24時間365日の取引、スマートコントラクトによる自動化、国際的な取引のしやすさ、取引の透明性と信頼性が高いことも大きな特徴だ。まとめ、ありがとうございます。博士。ところで、昨日、コーヒーをノートパソコンにこぼした時に、キーボードの一部が壊れてしまって使えなくなったんだ。それって、大丈夫なんですか？大丈夫。別のキーボードを USB で繋いでそれを使用している。でも、本体のキーボードは使えないことは、他の人には黙っててほしいんだ。怒られるの嫌だから。もう、仕方ないですね。博士、黙っておきますよ。でも、何かのタイミングで、バレても知りませんからね。ありがとう。助かるよ。博士の弱み、ゲットだぜ。弱みを悪用しないでね。本当を頼むよ。わかってますよ。博士。わかった。信じよう。いつか、利用させてもらおう。
中本博士とサトシのおおしゃべしゃべりり解説。解説。このチャンネルが少しでも良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。